皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。今僕がいるのは羽田空港第1ターミナル。これから JGC プレミア市場に出発します。今回の目的地はニューヨークなんですが、沖縄とクアラルンプールに寄った後に向かいます。今回は国内線と沖縄発の国際線とクアラルンプール発の海外発券の組み合わせです。それぞれの区間の費用と単価はこんな感じ。ジフフライトで約3万7000 FOP を獲得予定です。今回登場する順番に並び替えるとこんな感じ。ポイントは3-3と3-4の間のストップオーバーを3週間空けていること。あまり長期間は日本を離れられないので、全体の行程を2つに分けました。この方がそれぞれの国を体力万全の状態で楽しめそうだしね。というわけで、まずは羽田から沖縄に向かいます。本当は朝一の便で行って向こうでゆっくりしたかったんだけど、今日はすぐに帰ってくる予定。 JAL はすでに JGC だからラウンジが使えて楽だね。とりあえず入りましょう。桜ラウンジの奥の方はご覧の通りガラガラでした。ちょっと仕事を片付けていきましょう。このエリアは近くの人と目線が合わないから落ち着けていいですね。平日の10時前だと割と空いてますね。ラウンジから出てきました。最近マイレージアプリに追加されたミッション機能をやっていこうと思います。とりあえず空港へのチェックイン。これかな。なるほど、羽田空港。あとはこれをタップかな。お、できたみたい。これでチェックイン完了。あとは JAL プラザのチェックインです。と思ったら3月からだった。今日は2月28日なんで明日からですね。羽田のフライトショップはもうスタートしてるのか。帰りに行こう。今回乗る飛行機はすでにスポットにいました。 A350-900 ですね。もう前のお客さんは降りたみたい。これで沖縄に行ってそのまま同じ機体で折り返しの予定。とりあえず腹ごしらえをしましょう。ゲートの目の前の立ち食い寿司でサクッといきます。とりあえず赤身、マアジとカンパチ、ネギトロ軍艦に大トロ、梅しそ巻きで締めます。美味しかったね。そろそろ登場です。グループ1と2のお客さんだけでたくさん並んでますね。今回は窓側が空いてなくてこんな席です。足元は広いけどポケットがないのが不便。非常口のすぐそば。ポケットは3席分まとめて壁にありました。あっちにすればよかったかな。窓から景色も見れないし、沖縄まで寝ちゃうことにします。沖縄に到着しました。次の便まで1時間なんだけど、ちょっとした問題発生。次の羽田行きから国際線扱いなのでオンラインチェックインしようとしたらできないんです。本当はラウンジにずっといようと思ってたんだけど、ひとまず外に出てカウンターに向かいます。那覇空港のチェックインカウンターは3階。JGC カウンターは空いていたのですぐ対応してもらいました。イレギュラー時にこそステータスのありがたみを感じますね。それじゃあ気を取り直してラウンジに向かいましょう。この通り紙の搭乗券を発行してもらって対応できました。アプリでは QR コードが表示されなかったんだけど、スタッフさんも原因がわからないみたいでした。なんとかなったので OK です。まだ仕事が残ってるのでアルコールはお預け。気分だけ楽しみます。ニューヨークで遊ぶためには片付けないといけない仕事がたくさんです。那覇の今日はそんなにラウンジが混んでないですね。じゃあそろそろゲートに向かいましょうか。ただの折り返しだけで沖縄っぽいこと何もできてないですね。大東寿司もちょっと悩んだんですけど、羽田でお寿司食べちゃったしね。他もちょっとお腹の都合的に断念。また来るしね。飛行機の顔ぶれが沖縄っぽいね。
ちは琉球エアコミューターだ。ANA 便が瀬長島の方に離陸していきました。搭乗機は1時間ぶりの同じ機体。この1時間の間に1件オンラインミーティングをやっただけで東京に帰ります。本番は明日以降なので沖縄往復はサクッとこなしておきましょう。いつも思うけどフェアフィールドの広告を JAL 機に出すのすごくよくわかってるよね。間違いなく狩猟層が被ってるもんね。安心感のある A350 のシートピッチ。A350 が現在がダントツに乗り心地がいい気がするね、個人的には。わずか1時間の滞在で沖縄とはお別れ。4日前にも野球のキャンプを見に沖縄に来てたけど、それと比べても今日はだいぶ暖かかったな。本島南部をぐるっと旋回して北に向かいます。東京に近づくにつれて日が落ちてきました。降下していきます。高度を下げてきたら上に厚い雲が立ち込めていて、まるで空に天井があるみたい。羽田に到着しました。とりあえず今日の行程はここまで。家に帰って荷物の準備をして、明日は成田からクアラルンプールに向かいます。最後にさっきできなかった JAL プラザチェックインだけやっときましょう。あの QR コードを読めばいいんですね。位置情報を見てるのか。お、ゲットできました。これで150円分のポイントをもらいました。じゃあ今日はここまで。一旦お家に帰ります。一夜明けて今度は成田空港にやってきました。まずはプレーコでクアラルンプールに向かいます。今回はオンラインチェックインできました。成田はワンワールドサファイア以上でファストトラックが使えるので便利ですね。じゃあもう中に入っちゃいましょうか。出国手続きは完了しました。これから桜ラウンジに向かいます。朝ごはんを食べる時間はなかったのでラウンジで腹ごしらえです。今はファーストクラスランジはお預け。とりあえずダイニングエリア。土曜の朝は混んでますね。和朝食をご飯なしにして代わりにビーフカレーにしました。和朝食と合うのかというのはありますが、食べたいので仕方ない。やっぱり出国前は気持ち的に和食を選びがちです。小さいサイズってほんとあっという間になくなっちゃいますよね。でも機内食もあるのでセーブしておきます。これからの暴飲暴食に備えてサラダを取っておきます。サラダって自分でいろんな野菜用意するの大変だから、つい出先で食べがち。トマトジュースも言っておきます。ラウンジのすぐ隣が今回の搭乗ゲート。乗せてもらう787がよく見えます。シュッとしててかっこいいよね。下のフロアに移動して作業時間。今日はシャンパンからスタートです。お客さんがダイニングに集中してて、こっちのフロアは空いてるね。座席の QR コードを読み取るといつものアプリが表示されました。まさかこっちでも食事できるのかと思ったけどダメでした。飛行機は出発の準備を続けていました。じゃあ搭乗ゲートに向かいましょう。今ふと気づいちゃったんだけど、これから出発して4日後の早朝に帰ってくるまで1泊しかホテル予約してないんだよね。ここは機内泊が2泊だから体をいたわりながら行かないと。まずはクアラルンプールとの往復です。現地に着いたらそのまま数時間で折り返してきます。いい天気。787のプレーコで向かいます。座席はかなり広々してます。本キャンのヘッドホンがありがたいね。そろそろ離陸しそう。貨物便って見つけるとちょっと嬉しい気持ちになります。プレーコは設定数が少ないから漏れなく翼横になるのは景色的にはちょっと残念。
まっすぐ九十九里浜方面に飛んでってる。房総沖で旋回しながら高度を上げていきます。周辺にはマニラやセブ、グアム行きの飛行機もいます。この時間は飛行機が多いね。プレーコ限定のスパークリングワインがあるんだね。ご飯も日本発便だから期待できそう。というわけで早速お願いしました。小さな飲み切りサイズ。プロセッコなんだね。グラス1杯分くらいでよかったんだけどたっぷりだね。おつまみのパッケージがハワイのやつだ。とりあえず機内食までスパークリングワインで待ちます。飛行機は和歌山のあたり。1回目の機内食、洋食の方にしました。チキンのレモンクリーム煮の煎茶風味。サイドメニューは和食と共通だね。エコノミーでも器が綺麗で JAL のこだわりが見えます。あとはサラダ。今回監修してる故宮は2回ほど行ったことあるんだけどすごくいい店です。お茶が故宮の代名詞でもあるからね。じゃあいただきましょう。ほんのりと煎茶の香りが口に広がる感じでした。ペンでもソースによく絡めると良さそう。JAL のエコノミー機内食久しぶりに食べたけどすごくレベル上がってない？どれもちゃんと美味しそうだね。食後にアイスも持ってきてくれました。だいたいカッチカチなんだよねこういうの。とりあえず順調に進んでますが一つ気がかりが、次のフライトはマレーシア航空のエコノミーで成田に戻るんだけど座席指定ができてないんですよね。 JAL のサイトから見ると席は空いてるんだけどいざ指定しようとするとエラーになる。コールシェアで運航するマレーシア航空のサイトからもエラーで指定できず、成田で JAL のカウンターでも相談したんだけど解決せず現地で聞いてくださいって言われたんですよね。これで席が空いてなくて3列の真ん中とかだったらやだな。到着したら MH のカウンターに直行します。ちなみに今回のクアラルンプール発券ですが、クアラルンプール羽田 JFK のプレー幸福で31万円、羽田発券での JFK との往復だけでも35万円くらいだったりするのでたくさん乗れて安いしお得です。クアラルンプールが近づいてきて軽食が配られました。ツナサラダパン。陸地が近づいて雲が大きくなってきました。到着もうすぐですね。区画整理された街が見えますね。郊外にも高いマンションがあるくらい人が集中してるのかな。着陸です。では降機しましょう。これで今回の3区間目が終了。クアラルンプールはターミナルが LCC メインと FSC メインの2つあって FSC はこの第1ターミナル。かなり賑やかな感じだ。座席指定問題がなければこのまま入国しないで折り返してもいいんだけど仕方ないので一度入国します。それにしても随分と歩かされるな。結構大きい空港みたい。ハブ空港ランキングっていうのがあるんだけどクアラルンプールはヒースローに次いで第2位らしいです。エアアジアが拠点を置いてる影響がでかいかな。ちなみに3位からは羽田、アムステルダム、インチョンと続きます。マレーシア入国にはビザは不要だけど入国カードが必要です。オンラインでの電子申請なのでフライト前に登録するのがおすすめ。さて無事入国できました。次のフライトまでは5時間あります。街に出ることも考えたんだけど夜だから閉まってるところもあるかと思って空港で過ごします。なのでこのまま出発フロアに直行。国内線も国際線も全部このターミナルにあるみたい。ここがマレーシア航空の国際線カウンターみたい。あそこに優先カウンターがあるね。ワンワールドサファイア以上がここを使えるみたい。結局窓側席は空いてなくて通路側になりました。でもバルクシートにしてくれた。JAL便も1時間前に設定があるんだけど満席だったのでこの区間だけ MH 運行のコードシェアです。一緒に次の羽田ニューヨークも発見してくれました。
次は成田から羽田に移動して乗り換えだから、事前に紙チケットをもらっておけると安心だね。さて、無事に発見できたのでご飯にしましょう。何かマレーシアっぽいものを食べよう。マクドナルドというレストランに来ました。というのも、各国のマックにはそれぞれご当地メニューがありますが、そのマレーシア版がお目当てです。ココナッツミルクでご飯を炊いたナシレマがマックで食べられるらしい。21リンリットだから700円くらいかな。初マレーシアだからご飯の相場がわかんないけど、ちょっと割高なのかな。出来上がりました。チキンも一緒のセットにしました。あとチリソース。コーラはでかい。ナシレマと目玉焼き。このサンバルソースってのをかけて混ぜるみたい。結構辛そうな見た目だね。本格的なナシレマはまた今度食べるけど、まずは雰囲気を楽しみましょう。いただきます。ココナッツ風味はあんまり強くないけど優しい味です。でもそれを覆い隠す程度には辛いや。でも結構好きな味かも。また今度来る時が楽しみだね。普通のチキンとスパイシーチキン。まあこれは想像通りのお味。美味しいです。スパイシーな方も辛すぎず食べやすいね。じゃあ出国しちゃおうかな。あまりお店とかもなさそうなんだよね。日本は優先レーンを使えるみたい。でもどのレーンもそんなに混んでないから変わらなさそう。クアラルンプール国際空港は手荷物検査が出国時と搭乗直前の2回あります。1時間ぶりに制限エリアに帰ってきました。ゴールデンラウンジっていうのが使えるので行ってみましょう。ゴールデンラウンジの案内がない。ちょっと歩き回ってみるか。空港のウェブサイトを見ても中2階にあるとしか書いてないので未だ迷子。これかと思ったらグローバルラウンジっていう別のところでした。 Google マップに答えがありました。十字のターミナルの端っこみたい。ありました。ゴールデンラウンジっていう名前の割には随分地味じゃないか。じゃあ入ってみましょう。すごい広い。真ん中にはライブキッチンがあります。これは両ラウンジの予感。ナシレマを食べたばかりなので煮込み系の料理を少しだけ、野菜も少しだけ食べておきます。お酒は一旦お休みしてオレンジジュース。これ美味しかったです。煮込み料理はどの国でも大抵美味しいよね。ちなみに Wi-Fi も飛んでますが速度は控えめ。機内で見るための動画をダウンロードしようかと思ったんだけど厳しそう。電源もあるので充電させてもらいましょう。食事の後はシャワーです。係の人が毎回掃除してくれるので綺麗。タオルは受付でもらいます。シャワーブースも綺麗ですね。ラウンジを後にする前にティッシュを一つだけ。照明の感じもちょうどいいし広くて使いやすいラウンジでした。それじゃあゲートに向かおうかな。少し前に出るJAL便がちょうどファイナルコールでした。本当はこっちに乗りたかった。僕が乗るのはこっち。クアラルンプールでは出発の1時間前が搭乗時間です。ゲート前の手荷物検査で無慈悲に飲み物が没収されてます。手荷物検査があるから1時間前オープンなんですね。でも飲み物持ち込めないの不便すぎるよ。手荷物検査を終えてロビーで待ちます。深夜便を A350-900 のエコノミーで過ごします。うまく寝れるといいな。搭乗しました。シートはこんな感じ。可もなく不可もなく。バルクシートを確保してもらったおかげで足元は広々。どうせ外は真っ暗だしバルク通路側は正解だったかもね。初めてのマレーシア航空なんですがブランディングを頑張ってる印象です。この機内紙も内容がかなり洗練されていました。あと地味に紙質がいい。機内の安全ビデオもかっこよかったし MH コードシェア便いいかも。プレーコの設定はなくてビジネスの次はエコノミーでした。でも空飛ぶお宿と考えればエコノミーで十分。
それでは成田到着までぐっすり寝ていこうと思います。おはようございます。結局機内食どころか飲み物ももらうことなく寝続けていました。到着は定刻より少し遅れて現在7時20分。あと15分で羽田行きのバスに乗らないといけません。後期から10分でバス停まで来れました。自動化ゲートと税関の電子申告化のおかげですね。エアポートリムジンはこれを逃すと30分待ちなので間に合ったのは大きい。座席に滑り込むとほどなくしてバスは出発しました。ついていれば約1時間ほどで羽田空港に到着するはずです。今回の成田羽田の乗り換え時間は約3時間。この中で移動と食事、シャワーも浴びたいです。だからバスが1本後ろになるだけでもかなり痛手だったんです。到着が遅れた時は焦ったよ。1時間早いJAL便で帰ってこれたらもっと余裕があるんだけどね。バスは順調に羽田空港に到着。まずは国内線ターミナルに停車します。多くのお客さんはここで降りていって3タイムまで乗っていく人はほとんどいません。まあそりゃそうかという気もする。3タミの1階に到着です。電車より早く楽に移動できました。じゃあ出発階まで行こう。というわけで羽田までたどり着きました。これから A350 線でニューヨークに向かうわけですが、今回の動画はここまで。よければチャンネル登録の上、次回ニューヨーク編もご覧ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。